非行心です。人間関係の悩みは心の在り方次第で変えることができます。3つの問いかけをすることで気づきが生まれ、人間関係から来る悩みや精神症状が改善します。これは内観療法の中で用いられてきた方法です。内観療法は日本が生んだ数少ない心理療法の一つです。内観とは自分の内心を観察すること。浄土真宗の一派に伝わる見調べという厳しい修行法に由来していますが、内観療法は宗教ではなく自己洞察法です。創始者の吉本維新は僧侶ではなく実業家でした。見調べから断食や説教といった宗教色を完全に取り除き、誰もが自分自身と向き合うことのできる方法を確立しました。内観療法は今世界的に注目されています。それはマインドフルネスのように禅や仏教思想をもとにした東洋的なアプローチが注目されているからです。日本で最も活用されているカウンセリングや認知行動療法は1950年代に欧米から輸入されたものです。一方で日本で開発された森田療法や内観療法も禅や仏教思想が元になっています。欧米の心理療法は個人や環境をコントロールしようとするモデルです。東洋的アプローチはコントロールを手放すモデルであり、世界がコントロールしないモデルの価値に気づき始めたと言えます。仏教では我執を捨てよと言われます。我執とは自分がという執着心や虚栄心、自己中心的な考えのこと。我執の念が人間の悩みの本質です。何年も誰かに対し我執の念を手放せず苦しむ人がいます。内観の目的は我執の念をなくし、心から他人に感謝できるようになることです。生きていく上で人間関係は避けては通れません。人間関係の悩みはゼロにはならないのです。であるならば、我執をなくし、他人に感謝しながら協力し合って生きていくことが不可欠なのです。内観療法では、自分の過去を振り返って、人間関係の中でしてもらったこと、して返したこと、迷惑をかけたことの3つを繰り返し思い出します。内観には2種類あります。1つ目は全国にある内観研修所で7泊8日宿泊して取り組む集中内観です。集中内観では部屋の隅に屏風を立てて畳半畳の狭い空間に入り、朝5時に起きて掃除洗面、そこから夜9時まで15時間座り内観します。スマホは初日に面接者に預け、トイレや入浴以外席を立たず、食事も屏風の中でいただき、他の人とは一切会話しない遮断療法です。3つの問いかけに沿って年代順に人間関係を思い出していきます。思い出した内容を2時間ごと訪れる面接者に報告するという仕組みです。集中内観を体験するには1週間のまとまった休暇が必要ですし、固い決意がなければハードルが高いかもしれません。一方、日常内観と言われるもう一つの方法なら、普段の生活の中でちょっとした時間があればいつでも取り組めます。通勤途中や昼休みにぼーっとしている間でも大丈夫です。寝る前の5分でも構いません。空き時間に3つの問いかけを
思い出していけばよいのです。3つの問いかけには7大効果があるとされています。親からの自立、コミュニケーション能力の向上、物事を内省する能力の向上、信念を貫き通す精神力の獲得、集中力、持続力の獲得、幼少期の純粋な心を取り戻す、敏感さがなくなる。この7つです。3つの問いかけを繰り返し思い出していくと、してもらったことはいくらでも思い出せるのに、して返したことの少なさに愕然とします。親は空気のように当たり前の存在で、親からしてもらったことは忘れやすいものです。つまり、自分はいかに愛されていたかに気づく体験です。また、迷惑をかけたことの多さに、自分の罪深さや恩知らずを知り、自分の醜さに直面します。内観によって徹底的に自分の罪を認めることで、後ろめたさややましさがなくなります。自分は愛されている、認められていると感じられるので、安心感や自信が高まり、多少のことでは神経が揺らがなくなります。警戒心が薄れるため、細かなことに意識が向かなくなり、どうでもよくなるのです。人格の形成には、幼少期の体験が強く影響しています。幼少期に親やそれに代わる人から、どんなあなたも愛している、受け入れている、許しているという絶対的需要の体験が不可欠です。親がいない場合や、親から愛情をかけられたことがない人であっても、たった一つの小さな愛情や、誰かから愛され大切にされた感情を繰り返し心に刻印することで、パズルがはまるような感覚で全く違う世界が見えてきます。人間にとって愛されることがどれだけ大切か痛感します。また、親に捨てられた、親から憎まれてきた、勉強やしつけに厳しかった、など様々な思いがあったとしても、悪意からではなかったこと、親への偏見や誤解があったことなどに気づくこともあるのです。大切なことに気づけた自分に対して大きな喜びが湧くと同時に、その時の気づきが自分の中にしっかりと根付き、揺るぎないものとなります。仏教でいう悟りに近いと言えます。愛してくれていた、ありがとう、申し訳ないことをした、ごめんなさいという2つの感情を思い出していく中で、傷ついた古い自分を癒し、和解し、新しい自分を作っていけるのです。約20年前の大学生の頃、内観研修所で集中内観を体験したことがあります。医療従事者自ら受けた人はほとんどいないので、超レアだと思います。最も近い内観研修所に電話をかけると、優しそうな中年男性の面接者が電話に出てくれ、安心した記憶があります。7泊8日で研修費は7万円。バイト代を貯めて参加しました。20年前とは物価が違っても、研修費は今でも変わらないみたいで、とっても良心的ですね。持ち物はシーツとタオル3枚と着替えなので、大きなボストンバッグを担いで電車を乗り継いでいったことを覚えています。内観研修所に着くと、そこはなんと海沿いのお寿司屋さんでした。料亭と驚いたことを覚えています。迎えてくれたのは50代くらいの男性の面接者で、
割烹着ともサムネともつかないいでたちの優しそうな浄土真宗の在家僧侶でした。ご夫婦で1階で寿司屋を営みながら、浄土真宗を修行し、2階で内観研修所を構え、多くの人の自分探しのお手伝いをされていたんです。私は非常に我慢強く、集中力のあるたちだからか、1日15時間の内観は全く辛くありませんでした。むしろ、畳半畳の薄暗い空間が何かに包まれるような保護的な感じがして、なんとも心地よかったのを覚えています。面接者が2時間おきにやってきて、屏風を開けて丁寧に合掌、礼をして、ただいまの時間、どなたに対していつのご自分を調べてくださいましたかと尋ねます。母親に対する小学校低学年の私は、といった感じで年代ごとに3つのテーマを報告します。他人と1対1で向かい合い、自分の人生を細かく報告し、授業される体験は非常に貴重でした。集中内観によって親や周囲の人への感謝があふれ、深く満たされた体験によってかなりの感謝体質になったと思います。内観の効果は一生ものでした。苦手な人に対してもただ嫌うのではなく、多面的に捉えられるようになったと思います。誰かを深く恨んだり偏見を持つということも減ったと思います。自分は多くの人によって支えられていると思えると同時に、相手は自分とは別個の存在だと認識できると、相手に依存しすぎず自立した関係が築けます。内観は真の自己発見であり、他者発見なのです。内観療法を体験してみたいという方は、全国の内観研修所一覧を概要欄に貼っておきます。人生に一度は体験してみてもいいかもしれませんよ。私も人生の後半にもう一度人生の棚卸しに行ってみようかと思います。ご視聴ありがとうございました。